皆さんこんにちは、ハムです。今日は先日インスタで募集した質問にお答えしていきたいと思います。実は私まだインスタの使い方がよくわからないんです。質問箱投稿するのに2週間くらい YouTube とかを見て勉強しました。やっと投稿できてもこれでいいのかなとか、いただいた質問は一体どこで見るんだとか、すごいオロオロして質問見るのにも丸1日かかっちゃったんですけど、未だにねそれが正解なのかも分かっていません。インスタならではのこういう機能もやっぱり使いこなせるようになりたいので、ゆっくり手探りで頑張っていきます。たまに挙動不審になってても温かい目で見守ってください。はい、では早速いただいた質問にお答えしていきます。 YouTube の動画編集は何を使用していますか？これはね YouTube を始めた時からずっとブロというアプリを使っています。初めはパソコンを持ってなかったので iPhone で撮影してそのまま iPhone で編集してたんですけど、今はねパソコンを買ったのでかなり作業効率がアップしています。可能であれば施術動画見てみたいです。いつも見てます。ありがとうございます。いつもお客様に動画の撮影をお願いしようと思うんですけど、これがねなかなか言い出せなくって、早急に行動に移したいと思います。ちょっと待っててください。誰かにネイルしてもらうことはありますか？今はないですね。独身時代サロンで働いてた時は先輩がネイルしてくれてたんですが、正直好みじゃなかったりもしますよね。ネイリストって自分なりのこだわりみたいなのが結構ありますし、私は人にしてもらうのは苦手だなって思ってたんですけど、今となっては勉強のために人にしてもらう機会が欲しいなって思ってます。誰かネイルしてください。お客様にお任せでと言われたらどのようにデザイン決めますか？今までにお一人か二人いたかなってぐらいなんですけど、実はお任せって私も苦手なんですよね。お任せでって言われたら、じゃあもう最高に可愛いワンカラーにしちゃうぞって感じです。お任せって言われても主導権はいつもお客様に握ってもらっていて、なぜかというと私も勝手に決めれない性格なので、例えばピンクとベージュどっちがいいですかとか、可愛い系の気分ですか、それとも上品な気分ですかとか、もう永遠に質問しちゃってます。お任せって否定はされるけど肯定はされないじゃないですか。なのでね、2択とか3択にして絞ってあげるとお客様もねこっちの方が好きかなとかで決めてくださるので、私は永遠に質問してます。ハムさんは何を強みにしていますか？私は特になくてセミナーを受けて無駄にしてます。私はフィルインとパラジェルでダメージレスな施術であったり、今は通いやすい価格っていうのを売りにしていますね。私もフィルインはセミナーで教えてもらいましたし、セミナーも無駄にはなってないと思いますよ。私の将来プランでは、客単価1万円くらいいただけるようになりたいので、価格はどんどん上げていく予定ですし、その際私の強みっていうのも変わっていくと思うんですね。お客様に1万円出してもらえる VIP 感であったりとか、他にはない何かを売りにしていたりとか、自分の成長につれて変わっていくものだと思っていますので、今自分にできることが強みなんだって自信持ってください。ジェルは今何色ぐらい持ってますか？今は220くらいかな。以前動画の中では212色だったよっていうお話をしたのと、ついでにラメが64色とミラーが14色でお伝えしてたんですが、あれから少しだけ増えたかなっていう感じです。参考までにメニューや料金、お直し対応がどこまでかなど詳しく知りたいです。参考になるかわからないですが、私はとにかくめんどくさがり屋さんなのでメニューは多く用意していません。ワンカラーかシンプルかがっつり屋とかです。ワンカラーから4400円、シンプルは5500円、アートは6600円。ワンカラーはワンカラーとラメグラとマグネットとかマットコートまで OK にしてて、シンプルはサンプルの中から選んでいただく感じにしています。で、アートコースはもう実質10本アートも OK だし10本載せ放題って感じなんですけど、結構ね主婦向けの落ち着いたデザインが主流になってますので、ギャルの方はリピーターさんにはなってないかなって感じです。ちなみに多点様オフは別途1100円いただいています。あとは長さ出しが1本550円と亀裂の補強が330円。フットはハンドの料金にプラス1100円でさせていただいてます。メニューはこんな感じですかね。で、お直しは1週間以内のご連絡に無料で対応していますが、お直しって月1もないので、
そんなに気にしたことないですね。例えば施術からちょうど1週間後に実は1本取れてるんですけどって言われて、じゃあいつにしましょうかって言って、それがさらに1週間後とかでも無料でお直しはしています。基本お直しっていうのはゼロが理想ですからね。今までにすごいクレーマーさんに遭遇したことはありますか？すごいクレーマーさんに遭遇したことはないです。低評価の口コミをいただくことはありますし、施術中に嫌な気持ちになることは正直あります。皆さんもね、すごいクレーマーさんに遭遇したら怖がらずに、今後のご来店をお断りするっていう手段もありますから、私も無断キャンセルで謝罪がないお客様っていうのはもう今後ご予約いただけないようにご来店をお断りしているのと、どうやっても心がざわざわしてしまうお客様もいるじゃないですか。そういうお客様にはタイミングを見て、当店ではどう頑張っても〇〇様のご希望に沿うことが難しくって、もう今後は他店様をご利用いただきたいですっていう風にちゃんと伝えます。お客様にね、お店を選ぶ権利があるように、お店側もお客様を選べる権利がちゃんとありますので、怖がらずにネイリストしてほしいなって思います。はい、次がお客様へのカウンセリング、クレーム対応、価格改正時のお客様状況など気になります。あと休日の過ごし方も気になります。はい、ありがとうございます。カウンセリングは最初カルテ書いてもらうときに、ジェルしたことありますかっていうのをお聞きしているのと、あとは結構施術中に順番に聞いていく感じですかね。オフしながら今日は長さどうしますかとか、ファイリングするときに形は前のままでいきますかとか、事前にこう全部聞いちゃうっていうよりかは施術しながら一つ一つの動作ごとにご希望を伺ってます。ご新規のお客様とかは今までの感じがどうだったかっていうのを知りたいので、会話がてらいつもどこの指が取れちゃうんですかとか、同じ指なのかなとか、取れちゃうんだったら先端から取れてくるのか根元から浮いてくるのかとか、ジェル塗り出したらいつもライトに入れて熱く感じたりしますかとか、少しカウンセリングというよりかは気配りっていう感じですかね。はい、心がけてやっています。クレームは正直ないかな。あってもじゃあ他行ってくださいって私言えちゃうんでさっき言ったように悪い口コミをいただくことっていうのはありますし、ご満足いただけなかったっていうことはね、もちろんあります。それはね、反省して次につなげたらいいなって私も分かってるので、そんなに落ち込んだりとかはないですね。お金返してくださいとかトラブルに発展したこともないです。価格改正時はお客様そうなのって感じでしたかね。それはみんな安い方がいいだろうし、もちろん離却される方もいらっしゃいます。体感なんですけど、値上げについてきてくださるお客様が4割ぐらいで、メニューをランクダウンして通ってくださるお客様が4割ぐらいで、残りの2割の方が離却されたって感じですかね。大好きなお客様との急な別れっていうのはね、切なさもありますが、仕方ない、みんなそうやって前に進んでいくんだからって思ってます。休日の過ごし方は、休日はね8時くらいまで寝ちゃう日もありますよ。でも毎日できるだけ同じリズムでいたい人間なので、ちゃんと朝起きてお化粧もしてお着替えもちゃんとします。お出かけするのが大好きなので、結婚してた時はね、毎週日曜日にどこか連れてってもらってましたね。最近はもうお出かけっていうのはなくなって、休みの日は家で過ごすんですけど、だいたい YouTube の原稿を考えたり編集したりネタ集めしたりとかになってますかね。はい、いかがだったでしょうか。今回いただいた質問は以上になります。最悪0件とか 1,2 件くらいだったらどうしようかなって思ってたんですけども、無事動画になるくらいの量の質問をいただきまして本当にありがとうございます。ないと思うけど漏れてる方はいないですよね。もしあったらまたコメント欄にお願いします。追加のね質問とかもお待ちしてます。またインスタでね質問箱やると思いますので、まだの方はぜひ概要欄からフォローしてお待ちください。今日もご視聴ありがとうございました。